異臭のする安ホテル。もう何年も前の体験だ。確か青森県内だった。出張で一泊するために安い宿を探して、適当に決めたホテルがあった。そこは口コミもまあひどくはなかったし、何より安かった。俺のとこは宿泊代が定額で支給されていたから、少しでも安くして出張費を浮かせようとしたわけだ。仕事を終えて夜になり、そのホテルに向かった。古そうな4階建てくらいだったか、妙に細長い建物だった気がする。安宿らしくロビーなんて狭くて乱雑に散らかってる。安っぽい赤い絨毯からは異臭すらした。呼び鈴で受付を呼ぶと年配の男性が現れた。チェックインしてエレベーター。このエレベーターもまた匂う。に乗り3階の自分の部屋に入った。狭い部屋にベッドとデスクと革の剥げた椅子という、ありきたりのビジネスホテルの部屋だ。狭苦しくどぶ臭い浴室でシャワーを浴びて、ベッドに腰掛けようとしてふと気づいた。ベッドが木製だ。その下部は大きな引き出しになってる。物入れ用だろう。連泊するわけじゃないから使うこともないと思ったが、何気なく取っ手を引いた。目に飛び込んできたのが、大きな漢字だった。いや、作りは漢字みたいだが、読めない。それは1文字10センチ四方くらいの大きな字で、毛筆で布にびっしり書かれていた。違和感を持ったが、それ以上は気に留めず俺はそのまま引き出しを閉めた。仕事の整理を終えて、酒が欲しくなった。自販機はロビーだ。エレベーターで降りようとしてボタンを押すが、どこかの階で止まったままだ。3階だから階段で降りようとしたが、階段が見つからない。何度か折れる薄暗い廊下で探していると、壁と同色で目立たないのだが、薄汚れた白い扉があった。非常口とも書いていない。なんとなく階段だろうと思い、扉を開けた。廊下の明かりが弱く、中は暗くて見えないのだが、空気の感じでここは部屋ではなく階段だと思った。扉から半身を入れて、手探りで電灯のスイッチを見つけて押すと、豆電球が天井で弱々しくついた。わずかな明かりが辺りを照らし出すと、手前に1メートル以上はある大きな袋が、積み上げられている状態が目に飛び込んできた。白地のその袋には、毛筆でびっしり黒とあの文字が書いてあった。その袋が踊り場に3つ、4つ、いや、薄明かりの中で視線を上にやると、上階への階段にも同じ袋が積み上げられていた。これは、シーツなどを入れるリネン袋かと思った。しかし形がおかしい。パンパンに全体が膨らむのではなく、ところどころが歪に突起したり、一部が丸く隆起した形状になってる。なんだか階段に腰掛けるように置かれた袋や、横たわるように置かれた袋もある。中に入っているものがシーツの類ではこうはならない。かといって鉄のような硬いものとも違う。袋の布地にはびっしりとあの漢字の羅列だ。なんだ？不意の事態に全く理解できないまま、俺はあっけに取られていた。そのうちに、なぜかはわからないが、俺は見てはいけないものを見ている気がしてきた。それは嫌なことに、目が慣れるにつれて確信に変わった。俺は明かりの届く上階への階段をずっと見ていたのだが、下階の明かりの届かない踊り場の暗闇で、さっきから誰かがじっと俺を見ているのだ。俺は目の端で、暗闇に浮かぶそいつの影を捉えてしまった。絶対に目を合わせてはいけない、と必死になると、低くかすれた音、喉から漏れるような、という声がした。その時、力んで凝視していた目の前の袋の、
いくつものシワがうねっとした。俺はその場から逃げて、部屋の隅で一夜を過ごした。後で調べて、あの漢字に見えたものは凡字だろうかと思った。でも、その文字の意味はわからないままだ。幽霊と暮らしてたことがある。昔、大学の頃引っ越したアパートで、幽霊と暮らしてたことがある。そのアパートの近所には安いスーパーがあって、私はいつも家に届くクーポン付きチラシを使っていた。ある日、クーポンを一つ一つに切り取って、それをテーブルの上に放置したまま寝たことがあった。起きてみると、なぜか卵の割引クーポンだけが裏向きにひっくり返っている。最初は自分がやったのかなと思ったけど、そんなことが何度か起こってから、自分がやったんじゃないと気づいた。気味悪いなぁと思いつつも、当時は、幽霊信じない派だったので、その日ひっくり返っていた、鶏肉のクーポンを使って料理を作った。多分幽霊信じてる人だったら、そんなこと怖くてできなかったんじゃないかなと思う。その日は料理を作りすぎてしまって、残りは明日に食べようとテーブルに置いておいた。ラップをかけるのを忘れて、次の日起きてみると、明らかに減っている鶏肉料理。都市伝説みたいに、ベッドの下に人がいるんじゃないかと探したけど、そんなわけもない。半信半疑でノートにあなたは幽霊ですかと書き、その下にはい、いいえ、と書いた2つのメモを置いて寝てみた。翌朝、はい、が裏返っていた。それからは一夜一夜寝るたびに質問した。どうやらその人、幽霊は女性で、私がその部屋に来るもっと前からそこに住んでいたらしい。名前はミカ。昔のことを聞いた時に、どちらの髪も裏返ってなかったことがあったから、昔のことは聞かない方がいいですかと質問したら、はい、が返ってきたから、それ以上本人についてのことは聞いてない。ちなみに、名前については、何十枚か女性の名前を書いた紙を置いておいて、ミカの紙が裏返ってたことで判明した。そんなのを続けるうちに、私はミカさんと友達になって、一夜を明かさなくても目の前で紙をめくってくれるようになった。晩ご飯も切り取ったクーポンを用意して、二人で決めたし、見たい番組もテレビ欄を切り取って、意見が合わなかった時は話し合った。一緒に生活してるうちに、ミカさんのセンスがなかなかいいことに気がついて、こっちだったらはい、こっちだったらいいえ、として、どっちの方がいいですかねとか言って、出かける時に服選んでもらったりした。多分幽霊に洋服のアドバイスもらったのって、世界でも私ぐらいだと思う。ミカさんには同人的な部分でもお世話になった。イベント当日にヒーヒー言いながら製本してたら、なぜか一枚だけひっくり返っていて、よく見てみるとホチキスの芯がねじ曲がっていて、すごく危ない状態になっていたとか、表紙の構図案をいくつか書いて、どれがいいかめくってもらったりとか。同人活動できないのは死活問題だから、相手がそういうのに寛容な人でよかったと思う。ただ見られていると思うとちょっとエロは書きづらかった。でも大学4年の時、就職のために引っ越すことになった。ミカさんはその部屋から移動できないらしく、二人での生活はもう無理だった。引っ越す前の晩は、駅前で特上寿司を2人前買ってきて二人で食べた。と言っても、ミカさんが食べたのは私が寝てからだったけど、引っ越しの日、次に来る住人がミカさんのことに気づけるように、タンスの端っこに、今まで使っていたはい、いいえ、
の紙をこっそり置いてきた。それ以来、ミカさんには会っていない。霊体験なんかもそれ以来は一切ない。文章にしてみたら想像以上に作り話っぽいけど、全部本当の話。こんなのどう考えても電波ちゃんだと思われるから、誰にもこのことを話したことはないんだけど、もしかしたらこのスレに、ミカさんの部屋に住んでいる人がいるかな、と思って書き込んでみました。ドアを開けるとそこは静かな廊下。愛媛県に一つしかない空港から、自宅へ戻ろうと思ってたのだが、台風の襲来で欠航になってしまった。こんな時に、空港にほど近いビジネスホテルが偶然取れた。外観、内部ともにおかしなところはなく、フロントの親父も普通だったのだが、なぜか鍵と一緒にたくさんのエロビデオを無料で貸してくれた。気になる言葉とともに、眠れないだろうから、ビデオでも見てなよ。シャワーの後、親父の行為に甘えてエッチな世界に北総園でいたのだが、仕事で疲れてた俺はいつの間にかうとうと。その時、けたたましい非常ベルの音で目が覚めた。何事かと思って、ドアを開けるとそこは静かな廊下。放置機の誤作動かと思って、部屋に戻って続きを鑑賞していると再度非常ベルが。そしてドヤドヤと大勢の声が聞こえてきた。今度ははっきり目が覚めている状態だったから。これは火事だな、まずいぞ、と思って部屋を飛び出し非常階段へ。で、階段を降りながら気がついた。誰もいない？声もしない？非常ベルの音もしない？その夜は、一回ロビーで一晩を明かしたよ。隙間から出てくる手。小さい頃から、一人部屋で寂しかったんだけど、そんな気分マックスの時には、よく壁際に設置されたベッドと、壁の隙間から出てくる手があった。別に怖くもないし、手を握って寝てくれたり。両手が出てきた時は、見たこともない指遊びをして笑わせてくれた。でも、そんなことが続いたある日、両手の他にその間から、懸垂のような形で黒髪と片方の目が見えた。女の人みたいだった。初めてゾクッとした。でも何をするでもなく、いつものように布団かぶって、その中で遊ぼうというみたいに毛布をパタつかせてたので、自分はその頭と手を含めて、いつものようにベッドに入り込んだ。はじめはその顔を意識しててドキドキしてたんだけど、いつもみたいな遊びをし、いつものようにお眠になった。そんな自分の手をその人は握った。でも、その日は少し違った。眠るまで握っていてはくれなかったのだ。ずるずるっと引っ張られてるみたいに、その人はベッドの隙間に引き込まれていって、それ以来見ることはなかった。一目見に来てくれたのか、誘い込もうとしたのか、そしてどこに行ったのか。自分にはわからないけど、今思えば怖かったし、少し寂しかったのも事実だった。赤ちゃんの泣き声が聞こえてきた。私は小学生の頃、剣道の道場に通ってたんですが、夏とかは合宿みたいなのがあるんですよ。ある年、山の中の宿泊施設に泊まりました。自分自身は何事もなく日程をこなし、帰路に着きました。その道すがら、母が、基本的に親も同伴しないといけない合宿だったので、こういう話をしてきました。昨日、あんたたちの寝てた部屋に多分出たよ。詳しく聞くと、私と他数人の同乗生が泊まってた部屋から、赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたそうです。
その時部屋を4つ借りてて、保護者の部屋と私のいた部屋は隣だった。先生の子供もいたから、その子が泣いてるのかなと思って見に行ったらしいのですが、よく寝てたし、もう4歳くらいだったので、赤ちゃんの泣き声と間違うわけないし、とりあえず部屋に戻ったそうです。保護者の人たち、10人くらいのほとんどに聞こえたので、気持ち悪いねとか言ってたら、今度は女の人の話す声が聞こえてきました。最初はボソボソ、次第に苦しそうなうめき声、最後には笑い声が、しばらく私のいた部屋の中から聞こえたそうです。母は、まあ、山ん中やし、って言ってたけど、そういう問題じゃないですよね。付き添いのおばあさん。夜中、トイレに行こうとして廊下を歩いていたら、個室の扉が開いていて中から声がした。看護婦さん呼んで中を覗き込むと、ベッドで寝ているおばあさんが、付き添いで隣に座っている別のおばあさんに言っているようだった。付き添いのおばあさんは、うなずくだけで動こうとしない。なんで呼んでやらないのかわからない。はじめは囁くような声だったが、だんだん大きくなった。ナースコールを押せばいいのに、と思いながら部屋から離れようとすると、兄ちゃん助けてと大声で言った。それで気づいた。看護婦さん呼んで、は俺に言っていたようだった。俺が、今、呼んでくるから、って言っても、今度はそればっかり言い出した。その声もだんだん大きくなって、廊下に響き渡るくらいになってきた。俺は廊下をナースステーションへ向かって走り出した。後ろから、キャーって叫び声がした。その声は異常に大きく、ナースステーションの近くまで来ていても十分聞こえた。中にいた看護師に、〇〇号室の患者さんが叫んでるよ。って言ったら、看護師は疲れた表情でうなずいて、そのまま別の仕事をしている。叫び声、聞こえないのって言ったら、ごめんなさいね。後で行きます。でも、すごい声がしてたけど、って言ったら、ようやく立ち上がって、誰が扉を開けたのかしら。って言いながら部屋へ向かった。看護師は俺に、もういいから寝てください、みたいなことを言いながら、おばあさんの部屋へ向かった。俺の部屋も同じ方向なので、一緒に行った。部屋に着いて、俺は気になったので中を覗こうとしたけど、付き添いのおばあさんがちらっと見えただけで、看護師が扉を閉めてしまった。次の日の夕方、昨日の看護師が俺の体温を測りに来た。看護師、あのおばあさん、いつも大声で叫ぶので個室にしてもらってるんです。だから扉は必ず閉めるようにしてるんです。おばあさんも、今は歩けないので扉を開けれないはずなんだけど。昨日、あの部屋の扉を開けませんでしたか？俺、いいえ。知らない人の部屋なんか開けませんよ。多分、付き添いの人が開けたんじゃないですか。看護師、あの人は付き添いの人はいませんよ。俺、昨日部屋の中に入る時にもいましたよ。看護師、嘘だー。患者さん一人でしたよー。看護師がなんか俺のことを気味悪そうに見たので、俺は適当に、見間違いだったかな、とか言ってごまかした。でも本当は、あそこにもう一人おばあさんがいたんだ。会社にいた子供の幽霊。前の会社にいた時の話。社名出したら多分誰でも知ってるぐらいの会社なんだけど、本社に幽霊が出るってずっと言われてた。自称見える人たちの話では、防空頭巾みたいのをかぶった子供らしく、水回り、
給湯室とかトイレとか、での出没、あと決まったフロアでの目撃談が多かった。ちなみに出る、というフロアは、夜間に機械警備をかけると異常発砲するため、かけずに帰るように言われていた。俺は何も見えなかったけど、深夜まで残業してると、フロアに残ってるのは俺一人で、守衛もいないビルなのに、廊下で人が走る足音や、エレベーターが到着する音を聞いたりしたことは何度もあった。ある時、自称見える人が、最近子供の幽霊がいなくなった、という話をしてくれた。その頃その会社はいろんな事件を起こし、マスコミに連日叩かれていた。俺はその直後に会社を辞めたんだけど、半年後には会社が潰れてしまった。みんなが見てたのは、座敷わらしだったのかなと今でも思っている。軽トラックが玄関に。今でテレビを見ていると、母親と一緒に出かけているはずの親父の叫び声が玄関から聞こえた。おい、たかし、亀井。早く来い。親父はいきなり何を言い出すんだまったく、また酒でも。最初は無視しようと思ったが、親父のでかい声は明らかに近所迷惑だ。注意してやろうと思い、今を出て玄関に向かおうとした。早く来い、すごいぞ。なんなんだ、ちょっとは落ち着けよまったく。そうつぶやいたが、内心では一体何が起こっているのか興味津々だった。今を出た時、便所と風呂場の電気がついているのに気がついた。ここで自分は何を思ったか、その電気を消しに向かった。多分几帳面な性格のせいだろう。そんなことを思いながら風呂場に行くと、玄関から親父の声。そんなのは後でいい、早く来い、早く来い。うるさいな、いい加減にしろ。そう叫びそうになった瞬間。という大きな音と振動が家を襲った。地震かと思った。しかし親父のことを思い出し急いで玄関に行くと、その原因がわかった。軽トラックが玄関に突っ込んでいたのだ。まずい親父が死んだ。そう直感し、必死で瓦礫の中を探したが、親父はどこにもいなかった。軽トラックの前で、泣きながら親父を呼んでいると、不意に後ろから親父の声がした。そこには軽トラックと玄関、そして俺を見ながら慌てているが、元気そうな親父と母親の姿があった。どうやらたった今帰ってきたらしい。両親に泣きながら抱きついた。その後、両親が警察を呼んで事の事情を説明した。その時、ふと頭に一つの疑問がよぎった。さっきまで俺を呼んでいたのは、一体誰だったのだろうか。変な現象が起き始めた。怖い話や出来事など、心霊現象や心霊写真が大好きで、Google で探していました。あるサイトにはたくさんの霊が写っている心霊写真があり、興味本位から見ていました。それのせいなのか、写真を見てから周りにおかしなことが起こり始めたのです。最初は、仕事終わって帰ってきた時、住んでいる最寄り駅に着き、駅の階段を登って、途中まで来た頃急にカバンが引っ張られました。もちろん、後ろには誰もいないし、夜も遅かったので人もいない場所でした。転げ落ちはしなかったものの、かなり強い力で引っ張られて、危ないところでした。その日は色々と不思議な出来事があり、夜寝る頃になったら、台所の方からラップ音のような、ゴムを弾くような音が聞こえてきました。古いアパートなので建て付けも悪いので、そこまで気にしないようにしてました。しかし、
あることに気がついたんです。だんだんと、その音はこの部屋の方に近づいてきていることを。しかも、一日ごとにちょっとずつ。休日でないと、お祓いに行く暇もなく、危険を感じながらも、休みの日まで我慢することにしました。明日はお祓いに行こうと思った、土曜日のことでした。アパートの自分の部屋の前に立つと、何か嫌な視線を感じる。後ろには別のアパートがあるので、そこの人かなと思い、後ろを振り返ってみても誰もいない。気のせいか、疲れているのかと思い、ドアに視線を戻した。その振り返るわずかな、数秒の隙に、赤い服の女性が一瞬だけ見えました。もう一度振り返ると、誰もいない。他の人が部屋に入ったなら、ドアの開け閉めの音がするはずだし、階段を降りるにしても1秒も経ってない。気のせいだと自分に言い聞かせて、ドア開けた瞬間、何者かが横から部屋の中に入り込む感じがしました。それは、はっきりと。翌日お祓いしてもらい、音などはなくなりましたが、そのことが起こってから心霊写真サイトは見ていません。その手が好きな皆さん、気をつけてくださいね。仏間を仕切る襖に何かのシルエットが。田舎に泊まった時の話。私の田舎は米農家で、まあ、田舎独特のと言えばよろしいでしょうか。とても大きな家で、いとこが集まる時は一家族に一部屋割り当てていました。私がいつも使う部屋は、仏壇のある部屋の隣。襖で仕切られているだけです。特に怖いということはなかったのですが、ある夜のことでした。部屋の時計は止まっていたので時刻は覚えておりませんが、12時は回っていたと思います。ふと目が覚めてしまったのです。何も変わったことはなかったのですが、しばらく目を開けて天井を眺めていました。しばらく経ってふと横に目をやると、仏間を仕切る襖に何かのシルエットが見えました。不思議と怖くはありませんでした。好奇心が勝っていたのでしょうか。私はそのシルエットが大変気になり、正体を確かめようと思い襖に手をかけました。すると、私の姿が見えるはずのない祖父が突然、ダメだー、と叫びました。祖父は別の部屋です。あまりの大声に驚いたのですが、同じ部屋で寝ている両親は起きる気配がありません。寝言だろうと思い、また襖に手をかけました。すると再び、ダメだと言ってるだろう。と、ものすごく激しい口調で叫びました。さすがに私も怖くなり、急いで布団をかぶりました。祖父の声はそれ以降聞こえませんでしたが、シルエットは寝るまで消えませんでした。赤く発光したり、姿を様々に変えたりしながら。翌日、祖父にそのことを聞いてみると、祖父は変な夢を見たことを話してくれました。何を見たかは覚えとらんよ。ただ、お前が何かに手をかけていたから。何か、ってわからん。とにかく、触っちゃならんものだ。本当にそれが何かわからなかったそうです。もし、私がそれを覗いていたら、どうなっていたのでしょうか。靴の中がいつも生暖かい。知人が部屋を探していた時の話。不動産屋に、駅から近くて安い物件を勧められた。こちらです、と案内されてその部屋に入った途端、嫌な雰囲気を感じたそうだ。でもとにかく安いし、早く決める必要があったのでそこにした。
住んでいても、多少雰囲気がおかしいくらいで、何も起こらない。と思っていたが、そのうち妙なことに気がついた。知人が引っ越したのは真冬だったが、出かけようと玄関に置いてある靴を履くと、どんなに寒い日でも、靴の中がいつも生暖かいのだ。多少気味悪く思ったが、特に害もないので無視することにした。しかし、知人は結局そこを引き払った。その部屋は洗面所のドアを開けていると、鏡に玄関が映るのだが、ある朝歯を磨いていると、鏡に映った玄関に白っぽいものがあったという。よく見ると、それは手首だった。靴から女の手首が出ていたのだ。ぎょっとして振り返ると、すっと手首が靴の中に引っ込むのが見えた。今まで靴が生暖かかったのはあれのせいか、あの手首はずっと靴の中に住み着いていたのか。そう考えたら気持ち悪くて住んでいられなくなったそうだ。その部屋があるマンションは今もある。薄暗い部屋の奥の押し入れの前に、バイト仲間から聞いた話。高2の時だったかな。その日は両親がいなくて夜一人で留守番をしていたのよ。その時は肌寒い時期の11月の初めだったかな。もうすぐ冬になるって感じの風が冷たくなって静かな夜だった。リビングの隣は両親の寝室になっていて、そこにドレッサーの兄弟ってやつかな。大きな鏡がついてる机があった。やることもなく一人で暇だったから、その鏡の前に立って、なんとか剣の構え、みたいな、テレビの映画で見たようなポーズを、バカみたいに撮り続けた。その部屋はリビングの隣にあって、襖で区切られた部屋だったけど、いつも襖は全開に開いていた。リビングの照明の明かりがあったから、その部屋の明かりはつけてなかった。薄暗がりの中、鏡に向かって目を閉じて瞑想しながら、ゆっくり目を開いた時、鏡の奥、薄暗い部屋の奥の押し入れの前に、誰か人が立ってた。あれ？今日は誰もいないのになんだろ？洗濯物が置いてあるのか？と初めは思った。いや、違う。ちゃんと足もある、しかも男。リビングから届く、わずかな薄暗い光で肩から下はなんとか確認できたが、その上は暗くて顔がどうしてもわからない。微動だにしない鏡の中の男。頭の中で、泥棒や外部侵入などとは思えなかった。何か不吉な、危険、ものだと思った瞬間、足を肩幅に開き両手を前に突き出した。なんとか剣の構え、のまま硬直した。鏡の中にいる、その男から目が離せなくなる。この男は、笑ってる？でも、笑い声も何も男からは聞こえない。今までにない、体中が族という恐怖に包まれた。ただ肩を上下させ笑い続ける鏡の中の男。と、突然男が歩き出した。来るな、と思った瞬間、その男はリビングの方に消えていってしまった。鏡からその男が消えてから、うわぁ、と意味のない声を張り上げ、全速力で自分の部屋に戻って布団にくるまり震えた。家族に言っても誰も信じちゃくれないし、そんな男には心当たりはないと。以来、そいつには会ってないが、鏡の前で、なんとか剣の構え、をすることはなくなった。ひどくテンションの低い声。集金に行ったその家は、オートロックタイプのワンルームマンションでした。玄関ホールから呼び出しチャイムを鳴らしました。鳴らしてしばらく経って、はい。
と男の人の声がしました。寝起きなのか、ひどくテンションの低い声でした。集金に来たことを告げたら、黙ってオートロックのドアが開きました。エレベーターで目的の部屋へ行き、玄関のチャイムを押しました。チャイムの後にちょっと間があって、カチャリと鍵を開く音がして、ドアが少しだけ開きました。が、いくら待っても人が出てきません。仕方ないのでドアを引いてみました。やっぱり玄関には誰もいません。すいません。〇〇新聞です。声をかけましたが、反応がありません。何度声をかけてもチャイムを鳴らしても、反応がありません。奥の部屋からはテレビの音が聞こえています。人がいるのはわかっているので、上がらせてもらいますよ、と言いながら靴を脱いで上がり込みました。今のドアを開けると、やはりテレビがついていました。けれども、部屋には誰もいません。念のためトイレ兼シャワーも音を確認してから開けてみましたが、誰もいません。さすがに気味が悪くなってきたのですが、開き直って押し入れまで確認しました。結局、人がいないので諦めて帰ることにしました。無人の家なので、余計なこととは思いましたがテレビは消しました。鍵はかけられないのでそのままです。玄関を出てドアを閉めて、エレベーターへ向かいかけたのですが、気が変わって引き返しました。最後の確認のため、ドアを引いてみました。が、鍵がかかっていました。ホテルのドアと同じようなものでしょうか。誰もいないのは分かっていましたが、ついチャイムを押してみました。音がして、ドアが開き始めました。今度はすかさずドアを掴んで自分で開きました。しかし、そこには誰もいませんでした。全身に鳥肌が立ち、猛烈な寒気に襲われ、階段を駆け下りてマンションから飛び出しました。店長に今までの出来事を話しましたが、勝手に家に上がるなと怒られただけでした。それから他のバイトがその家に行ってみたようですが、最初から何の応答もなかったそうです。仕方がないので、その家への新聞の配達はやめて、あとは店長に措置を任せました。問題の部屋は、すぐに空き部屋になったようですが、その後ずっと人が入ることはなかったようです。別々の場所で見た頭と体。私の父の友人に、Y さんという船乗りがいます。その Y さんの家の近くに、また父の別の友人 K さんがいます。会社の同僚で一人暮らし、で、家も近いしということで、一度その Y さんと K さんと父とで飲みに行ったそうです。もちろん、Y さんと K さんは初対面です。そこで Y さんが、先日恐ろしい目にあった、という話を始めました。数日前、Y さんが船室で寝ていると、金縛りにあったそうです。ふと部屋の角を見上げると、そこには女の生首が浮いていたのです。Y さんは声も出せなかったのですが、生首はニタニタ笑いながら急降下してきて、寝ている Y さんの目の前をスレスレで飛んでいき、また対角の天井の角で止まりました。するとまたくるりと向きを変え、同じように急降下してくるのです。それが何度も繰り返されたそうです。たまらなくなった Y さんが、全身の力を込めると声が出たので、大声を上げると、生首はスーッと消えたそうです。そこまで話すと、K さんの顔色が変わりました。おかしく思った父と Y さんが、話を K さんに聞くと、K さんも数日前に恐ろしい目にあったというのです。Y さんに会うまで、K さんは自分が寝ぼけたと思っていたらしい。その内容は、数日前、
K さんが夜中に目が覚めてトイレに行きたくなり、トイレのドアを開けると、足に何かがぶつかったそうです。何も置いていなかったはずなのに、と足元を見ると、女の首から下の体がゴロンと横たわっていたのです。驚いた K さんは慌てて部屋に帰り、布団を頭からかぶって震えていると、トイレの方向から足音がしてくるのです。足音はそのままこちらに近づいてきて、K さんの部屋のドアを開け、入ってきました。布団の隙間からそっと部屋の様子を見ると、案の定、首なしの女が明らかに K さんを探しているのです。K さんはそのまま恐怖で気を失い、気がついたら朝だったそうです。その後、Y さんと K さんにそれぞれの話の正確な日付を聞くと、二人が恐ろしい目に遭った日は全く同じだったそうです。ちなみに K さんは必死で父に頼み込み、その日は家に泊まりに来ました。その時は、うちの家族は事情を聞かされていなかったけど、よっぽど怖かったんだろうな。水で濡れる部屋。腰を痛め、10日間入院してた時の話。病棟は H という文字の縦棒を長くした形で、右棒は成形、左は内科のあまり良くないというか、退院の見込みの薄い人たち、それをつなぐ横棒部分にはナースステーションがあり、真向かいに一重や死に部屋がある。その部屋でおばあさんが亡くなったのが私の入院する前日。入院3日目、その部屋から看護師さんのすごい悲鳴が。洗面所が近かったため、廊下の曲がり角付近から、遠巻きにする患者さんたち。不調たちの静止で、横棒部分には誰も入れない。結局その日は横棒通行禁止。散歩がてら行き来していたのに行けなくなった。4日目の朝、顔を洗いに行くと、その部屋の前で10人ほどのナースさん。号泣で異様な雰囲気。不調は怖い顔。またも通行禁止。固く口止めがあり、患者たちは何も聞けなかったのだが、ナースの親戚の人が入院していて、事情を聞いてきた。おばあさんが亡くなり、病院から運ばれた日の翌朝、なぜか病室のベッドが水に浸かったようにぐっしょり濡れ、床に水たまりができていたそう。おかしなこともあるな、とナースみんなでマットを運んだり、ベッドや床を拭いたりしたそう。で、次の日、備品の補充に一人のナースが入ったら、消防車で水を撒いた後のように、床から壁からマットまでぐしょ濡れだったとのこと。ここで悲鳴。不調に叱られ、後始末をまたみんなでし、これは天井などの水道管の漏れだろうと業者を呼んだ。ただ、確認したが、その部屋の周囲には、水が流れるような配管はなく、天井裏、3階建ての2階だが、にも3階にも水が出た跡はなかったらしい。いたずらも考え、病室には鍵をかけることにした。で、次の日。今度は天井までぐしょ濡れで、洞窟のように水が滴り、床はプールのようになっていて、ナースが鍵を開け、戸を開けた途端、廊下までさーっと水が来たそうです。あまりの怖さに駆けつけたナースも号泣。その後、私が退院するまで部屋は立ち入り禁止でした。その部屋で亡くなったおばあさんは、お腹に水が溜まる病気だったそうです。座敷わらしのいたずら。実体験の話。中学生の頃、一人で留守番していた時に、学校の上履きを風呂場で洗っていた。風呂場は1階にあるんだけど、しばらくしたら2階から子供の話してるような声が聞こえてきたのね。
男の子と女の子に3人くらいの。一人だったから、気のせいだろうと無視してたら、今度は廊下をトントントンって、かけっこしてるような音が聞こえ始めてきた。さすがに気味悪くなって、2階の様子見に行こうと風呂場を出たら、急に音が聞こえなくなった。気色悪かったけどまた洗い物を始めたのよ。そしたら今度は、廊下をどんどん音を立てて走り回ってる音が聞こえ始めて、子供がじゃれ合って笑い声を上げてるような音も聞こえてきたの。これはもう気のせいじゃない。と思って廊下に出て2階に向かった。2階と1階の廊下は同じ場所にあって、明らかに真上をどんどん走ってるのがわかる。階段のところまで来て、いざこれから登ろうって時に、机をひっくり返した音が聞こえてまたシーンとなった。2階に上がっても机はひっくり返ってなかったし、おかしなことも何もなかった。気味が悪くなってきたけど、2階から降りる時にちょうど兄貴が帰ってきてほっとした。今でも同じ場所に住んでるけど何も変なことは起きない。あれは座敷わらしのいたずらとか何かなのかなって思っている。無数の何本もの青白い腕。いとこのお兄さんが昔、自衛隊に行ってた時の話。ある夜に暇を持て余していた5人で、ろうそくを100本立て、感謝で100話を始めたそうです。ある夜に暇を持て余していた5人で、ろうそくを100本立て、感謝で100話を始めたそうです。一つ怖い話をするたびに、一本ずつろうそくを消していくのですが、最後の一人が話をして、100本目のろうそくを消した時、何かが起きるとよく言いますが、その5人は、霊や怖いことなんて全然信じてなかったので、面白半分と、興味本位で行ったそうです。一人一人の話は順調に進み、最後の話が終わり、ろうそくの一本を消した瞬間、突然ドアがすごい勢いで叩かれたそうです。突然の出来事で、さすがに彼らも怖くなり、そのドアを開けることができずにしばらく、じっと声も立てずに息を潜めてましたが、いつまでも続くので、その中の一人が思い切ってドアを開けた瞬間、無数の何本もの青白い腕が、ドアから飛び出してきました。驚いた彼らは、2階なのにもかかわらず、一目散に全員が窓から飛び出して逃げました。が、一人だけ腰が抜けて逃げ切れずに、部屋に取り残されてしまったそうです。ガラスの割れる音や、ギャー、という大きな悲鳴が隊の感謝に響き渡り、そのお兄さんが気がついて、現場に駆けつけた時は、4人の顔は引きつり蒼白で、何を話しているのか意味が全くわからず、一人だけその部屋に残っていることだけは分かったので、部屋に行ってみました。一人取り残されて逃げや取れた隊員は、口から泡を吹いて、目がギョロギョロして視点が定まらず、廃人同然となっており完全におかしくなっていました。彼はその後、精神病院に入院したそうです。その後、どうなったのかは聞いてません。庁舎に現れる者たち。九州にある、とある合同庁舎の話です。そこの隣接していた空き地には、戦時中に空襲を受けた学校の跡地、などといった噂があった場所で、その空き地にスーパーが建てられた頃から、奇怪なことが起こるようになった。ある日の昼間に、入居している官庁の所長室に、見知らぬ女性が訪れた。所長はその女性の話を聞いたが、見た目は若そうな女性なのに、以前この近くには〇〇の工場があった。などと、
随分昔の話をするので妙な気がしていた。所長は職員に、お茶を2つくれ、と、頼んだ。すると、職員は怪げそうな顔をして、どなたの分でしょうかと言ってきた。何を言っているんだ。女性に失礼だと思って、所長が部屋の中を振り返ると、さっきまでソファーに座っていた女性はいなくなっていた。所長室に入るには、庶務担当の前を通らなければならないのに、誰に聞いても、そんな女性は通らなかった。と、みんなが同じことを言った。他の奇妙な出来事で庁舎で、夜間勤務の職員が宿直室に泊まり込んでいた時のこと。夜中に布団をかぶって寝ていると、何者かが、布団の上を乱暴に歩き回り、寝ている職員を踏みつけにして通っていった。大勢の人間のようであったようだが、夜中の真っ暗闇の中だったので、確かめることはできなかった。寝ていたのは、自分一人ともう一人の同僚だけだったので、その日は寝ることができなかったそうです。